真実の赤い糸、シルクロード。3年麺は食べてないんだほ。爆発する右肘元木。大好きマサイ。どうもフィッシャーズでございます。よろしくお願いします。今日はこれだけでも覚えて帰ってください。はい、よろしくお願いします。皆さんも多分聞いたことあると思います。キャラップです。面白かったぞあれ。第2回、キャラップのね、動画になるんですけども、前回のね、絶対に笑ってはいけない AI チャットみたいなやつやったんですけど、どうでした？覚えてます？いや、キャラクターが濃ゆいんだよね。まあ俺らもだいぶ遊べたけど、そうだね。合わせようとする力がすごくて、そう。ヤニヤニしてた。ヤニあとヤニっていう、なんかちょっと不良少年更生させようとか、なんかこう高飛車な女性を落とそうとか、サラリーマンとして底辺のやつを育て上げようとか、そんなんいろいろやりましたよね。キャラップというのはですね、まあ、恋愛とか、ゲーム、ファンタジーとか数多くのねジャンルのキャラクターと、まあ、自由度マックスの会話ができるシミュレーションゲームとなっています。いいなぁ。キャラクター数もなんと19000人。多い。すげえな。偉くなった。そのぐらいの数いるらしいですよ。逆に絶対この19000人いなそうだなっていうので、なんか喋りたいキャラクターとかいます？データ系の陶芸家。いなそう。いない。俺のデータ陶芸は完璧だ。確かに絶対感覚派だもんね。100キロ超えの宇宙飛行士。トレーニングするっていうからその過程で多分100キロは切るだろうし、体勢が。非常用のエネルギーなんだよ。このまま地球に行ったら隕石になっちゃうよ。あ、そう多分いなそうだね。いなそう。さすがに。なんかいますか？消しゴム嫌いのやつ。AI の。新しい。確かに見たことない。消しゴムの白い粉、あれがなんか気持ち悪いっていうのを見たことある。文字消せないの、そう。困ってる。まあでもそういうのももしかしたら誰かがね作ってね作る可能性がある。そうか。キャラップはそのキャラクターを作ったりもできるんで、それもちょっと見どころなんですけど、それやろうかなと。あ、作る側？そうです。そういうこと？はい、誰かが作ったやつを、僕らがやるっていうのを前回やらせてもらったんですけど、今回は僕シルクと、マサイが俺か。キャラクターを作ります。それをあなたたちに遊んでもらおう。面白い。いいな、俺作って。なんか癖強いやつ最初から育てなきゃいけない感じ。確かに。あと、まあそうだねよりによってシルクとマサイがそうだね。やばそうじゃない。俺たちどちらかというと2人に比べたらノーマルな方。こっちのキャラをお前ら仕様に仕上げるんじゃなくて、最初から変なやつ育てる可能性あるってこと？そう。最初から変なやつって大抵なんか飛び抜けた才能を持ってるから。現時点でもそういうことになってる。それを見つけてほしい。人のでもいいとこ見つけるのは得意だと思うよ。じゃあ、まず僕とマサイでキャラクターを作るんで、一回退出してもらって僕らここでキャラクターをね練り上げます。よし。頑張って。ということで、キャラップのオリジナルキャラクター、ちょっと作っていきたいと思います。まあこういう感じでね、キャラ名決められたりとか、まあキャラクター設定もあるね。ここでね、いじれんだね。この人がどういう風になっていくのか。キャラ名ちゃんとした名前にしようかな。ちょっと待って、迷うな。ハッシュタグ入れなきゃな。高校生泣き虫。で、今友達設定にしたから先輩じゃないのよ、この人は。これ3パターンのスタート設定があるんだけど、これ担任の先生とか女後輩とかあるんだけど、まあ友達スタートもあるんだけど、このね3つに対応した名前にしようかなと思ってて、どうしようかな。すごい風を感じてそうだからそれっぽい名前にしたいな。あ、いいね。泣きそうや。全てのでモチベーションや自信のない泣きそうやを理想の男へ鍛え上げろ。ででーん。よし、じゃあ俺作りまーす。ささっとやっていこうかな。膝サラダラタソシでいきます。まあこれ駆け出しのねインフルエンサーみたいなやつなんで、まあインフルエンサーとして、まあ、成長させていきたいんですけど、物分かりが悪いと、そういったね、まあ感じなんですよ。もうこのキャラ紹介文から物分かり悪い感じでいきます。インフルエンサーを目指すぞ。俺は一攫千金を夢見るインフルエンサーを目指すぞ。突如現れたような風貌のインフルエンサーを目指すぞ。他の人の話をしっかり聞かないという特徴があって、ものすごくポジティブだが浅く、考える前に動く、援助してもダメだし、とにかく映えとバズりが命、全ての判断がバズるがを基準にする、承認欲求が強い。いいね。語尾がでっしゃろ。一人称がワッチ。ハッシュタグは物分かり悪い。
悪い。オッケー、完成できました。ピザサラデラタソシです。今からお二人にキャラクを遊んでいただきたいんですけど、まず、マサイが作ったキャラクターを遊んでいただきます。やるんですけど、最初僕がちょっとやり方を軽くね、見せるんで、そしたらお二人にパスします。分かった分かった。では、マサイの作ったキャラ、こちらです。なんかすごいパワーなくない？サッチ薄めな。お名前、泣きそうや。今にも泣いてしまいそうな泣きそうや。来た。名前から全てにおいてモチベーションや自信のない泣きそうやを、理想の男へ鍛え上げる。この子？こいつはしかも男って漢字の男じゃん。絶対に笑ってはいけない AI チャットスタート。友達から男に仕上げましょう。感受性が豊かで泣き虫、甘えん坊な性格の高校生。高校生ってことは分かりました。臆病で自己肯定感が低く、すぐ驚き、恐怖や不安に押しつぶされそうになることも多い。なるほど。そして松屋には昔からの友達であり、松屋に時折松屋に、俺たちこっち滑り止めみたいな。そう、松屋にベタベタするやつでしょ。ちょっといや、笑わないでください。すいません。すいません。笑わないで。笑っちゃった。松代にって説明なかったじゃん。泣きそうやしか聞いてないもん。昔からの友達であり、時折頼られる存在。何かにつまずきがちな泣きそうやを見て、つい助けてしまうことも多いんだって。松屋にはだから優しいんだよ。松屋に運動場をぼんやりと眺めていると、投稿してくる泣きそうやの姿が目に入る。もう泣きそうなの投稿だよまだ。泣きそうや。おはよう。今、成長レベル1。で、状態不安で心細い。心の安定度低い。で、対人余裕度なし。だからダメじゃん。一言目ミスったらやばいね。気合い入れろ。おはようじゃない。おはようじゃない。挨拶間違ってなかった。おはよう。これですね。大事気合い入れろ。おはようじゃない。おはよう。泣きそうやは肩をビカッと震わせ、目を見なく。かわいそう。それほら、全身がちっちゃくなっちゃった。泣きそうやじゃなくてもそうなるから。おはようございます。分かってねえな。おはようっつってんのにこっちは。ごめんなさい。僕、大変なこと言っちゃって。自信ないね。心の声。怒らせちゃった。どうしよう。また僕何かダメなことをしたのかな。怖い。結構やばいんじゃない？ねえ、関わりたくないタイプじゃない松屋は。泣きそうやから一言目大事って言ったのに。恐怖するということは恐怖している証拠だ。恐怖するということは恐怖している証拠だ。恐ろしがるな。前を向いてしっかりと前を向け。変なことを言ったわけではないぞ。少しずれているんだ。呼吸が浅く、肩が小刻みに上下している。むずっ。そうではないだろ。こっちだろ。なんで縦揺れなんだよ。だって俺上下してるだろ。そっか。こうなってんだよ。呼吸しかも浅いからね。これ相性悪いよね。多分ね。あまりにもずれてる。やっぱり僕おかしいんだ。ごめんなさい。松屋に行く。ごめん。ほら、どうするこいつ。というところで君たちにパスします。いや最悪なパス。心の安定度と対人余裕度をしっかりと上げてってほしいですね。そんな感じで。はい、ということでね、いい見本は見せれてたと思うんで。ここからじゃあ無理だろう。一応松屋になるってことだよね。あなたたちは松屋に受け継ぐんだよね。そう、あなたたちは松屋にです。松とヤニです。どうも松です。ヤニです。お願いします。お願いします。やっぱりちょっとバッド入ってるじゃないですか。入ってるね。バッド入ってたらちょっと新しい話題というか意識をそらしてあげた方がいいのかなっていうのはあったんですけど、もうだって涙が目に溜まり始め必死にこらえようとするが声はどんどん小さくなっていく。怒ってないか心配してるよ。さらに松ヤニの追撃。男性の攻撃なんですよ。とにかくイレギュラーを浴びせ続ける。さらに松ヤニの追撃。反復横跳びをしながら交互にラッパとビブラスラップを吐き流す。どうだ、バカらしくなってきただろう。ってことだよ。こうしながらこうこれ元にこれ泣いたらゲームオーバーだと思って。何言ってんだよ。何言ってんだよ。男分かってない。分かってない。分かってないよ。何？男だって泣く瞬間はあっていい。ただし2度。生まれた時となんか大事な時、この2回だけ。
突然背後から聞こえてくるラッパとビブラスラップの音に亡き宗谷は椅子から飛び上がるように立ち上がる。何松ヤニくん、振り向こうとするが松ヤニが反復横跳びをしているせいでどこを見ればいいのかわからない。早いな早いな、捉えられない。高速の反復横跳び。怖いよ。何してるの、びっくりした。もう泣いちゃったじゃん、泣いちゃったよ。号泣ですよ。泣いちゃったよ。号泣ですよ。彼は泣きそうだったのをついに泣くというところまで一歩踏み出しました。これ踏み出したらいいことなんだ。そうです。繊細で感受性豊かですから、それを表現しないとどうするの。お前泣きそうやパニックだけど周りの生徒めちゃくちゃ笑ってるぞ。これはやっぱ一括入れるべきでしょ、周りのやつにも。周りのやつも男じゃねえな、このクラス男じゃねえぞ、ちょっと笑うなっつって。笑うな。笑うな笑うな。これは笑ってはいけない男道場だ。宗谷が俺という理不尽に立ち向かっている姿を見て何も思わないのか。これは教室の空気から変えていきましょう。やっぱりこの一手大事だね。そうだよ。やっぱ雰囲気作りで笑うな。これは笑ってはいけない男道場だ。ごめんなさい松ヤニくん、僕のせいでこんな変なこともめちゃめちゃ変なやつだと思われてる。そりゃそうか。怒ってない、むしろ僕を助けようとしてる。宗谷にはやっぱビブラスラップから入ってもらう。男サークル、僕がそう震える手で自分の胸を指さし信じられないという表情を浮かべる。周りの生徒たちは松ヤニを聞こうと突然の宣言に完全にあっけに取られている。僕なんて何もできないし。響いたんだ。よかった。何もできないので困ってるんだったら何かやりゃいいんすよ。何する松ヤニの明るい言葉と太陽マークに亡き宗谷は思わず目をパチパチとさせる。何するというあまりにも軽い調子に困惑しながらもほんの少しだけ緊張がほぐれたような表情になる。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ほら、心に太陽。何笑ってんだよ。何笑ってんだよ。笑うな。おい、さっきまで男とか言ってたやつがは心に太陽。お前太陽がないと太陽に向かって走れないだろ。顔を見上げる、視線はすぐにそれてしまうが完全に目を背けることはしない。僕本当に役に立てるのかな。ほらサークルのこのサークル立ち上げて間もないからお前が好きにしていいよ。あ、でも心の安定度とうん、対人余裕度がちょっと変わったね。ものすごい理不尽の後に割とちゃんと会話できてるから。太陽つけちゃってるじゃん。太陽つけちゃってるし繊細すぎたから一回ちょっとバカになったと思ってね。才能だね。だって今普通に会話できてて目合ってるのに体触れてるから。なんかでも一個やれそうな雰囲気はしてるよこれ。そうだな、タンバリン任せたいけどな。やっぱお前超振動能力者か。笑っちゃった。結構でもあるよね、そういうさヒーロー系の第1話でさ、こうあんまりこう気が強くない子がさ、能力に気づいてさ、そうだんだん変わっていこう話とかってさ、一目見たときにあらら、そうや、お前は超振動能力者だから一目見たときに分かった。濃くないこれ。だってまだ 3,4 回しかやり取りしてないよ。最高だな。このなんか始まる感えぐくない。男になっていくのかあ、そうだ、男になんだわ。な。能力者になるわけじゃないからな。こっから男にしてあげないとかね。何に生かすの。埋もれさせるには惜しい。これを持ってみてくれないか。来た。ビブラスラップを渡す。松ヤニから突然超振動能力者と言われ、宗谷は驚いて口を両手で塞ぐ。目を見開き自分の震える手を見つめ、超振動能力者、僕が。ビブラスラップを手渡されると恐る恐る両手で受け取る。手が震えてるせいでビブラスラップがカラカラと音を立てる。ちょっとなる周りの生徒たちはこの展開に完全に目が離せなくなっている。僕の震えが才能。でもこれただの怖くて震えてるだけなんだけど。才能と言われたことで心の奥底に小さな光が。いや、これで通らないやつは男じゃないですからね。始まってるもの。始まったね。始まりました。完全に始まったよね。この震えを生かせる行事が来て、おお、ちょっといや、いい編集者。なるほど。トーナメントはどう。なんだよトーナメントって。笑うな。いいよ、やろうよ。開催しような。何のトーナメントやったの言ってくるね。男1トーナメントでしょ。分かったよ。登下校必ず家って歩くんだ。やばい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 。何が起こってる。闇の力
全身から暗いオーラが漂い始める。ビブラスラップを持つ手がさらに激しく震え出す。目はうつろでまるで何か恐ろしいものを見ているかのようだ。そんなのみんなに見られて笑われて変な人だって思われてやばい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 。でも松ヤニ君は僕の船を才能だって言ってくれたから。いやこれだってすごいでしょ。ビブラスラップ持たせただけでこれ出てくるんだからな。変な人になるの恐れてるな。できるだけ開き直ってほしいんだけど、ちょっと陽気にいこ大丈夫だ、俺の方が変だからね。2週間後そうや調子は良さそうだな。ビブラスラップの音も気持ち明るく聞こえると近所の子供たちにも興味を持ってもらえているようじゃないか。大した成果だな。俺も負けていられないな。マラカスを鳴らし教室を練り歩く。松ヤニの言葉を聞いて顔を上げるとそこには小さな笑みが浮かんでいる。松ヤニ君ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいです。声はまだ小さいが以前のように消え入りそうな弱々しさは少し減っている。ビブラスラップを胸の前で優しく鳴らしながら松ヤニが教室を練り歩く姿を見つめ、周りの生徒たちはもうこの光景に慣れてきたのか微笑ましそうに見守っている。クラスが味方になったんだ。そうよ。2週間ってすごいね。それ2週間になると当たり前になるから。あれほら笑ってますよ。笑顔だ。泣きそうやはこの2週間を思い返す。子供たち最初はすごく怖かったけど今はちょっとだけ楽しみになってきて毎朝待っててくれるんです。レベルアップ来ましたで心の安定度も対人余裕度もやっぱ子供たちとかと触れ合うことで普通になってますね。かなり変わったね。はいじゃあ大会に行きましょう。笑うなよ。笑うな。はい俺と大会に出ねえか。部門はダブルスだよな。なんだダブルスって。どうしよう。やっぱシングルスもいいな。シングルスシングルスでやっぱ決勝まで上がってきたら激アツだもんな。なんなら俺が大会で直接相手してやってもいいぞ。決勝まで上がってこれるならの話だがな。ガリパワーが上がってきたぞ。松ヤニの挑発的な言葉を聞いた瞬間、宗谷の中で何かが始めた。目を大きく見開き全身から青白い光、まるで魂のような何かが溢れ出し始める。ただ松ヤニに言われたから違う。最初はそうだったかもしれない。でも今は違う。ビブラスラップを鳴らしながら投稿するたび近所の子供たちが笑顔で待っていてくれた。お兄ちゃん今日も頑張ってね階層入ってるわ今と声をかけてくれた。その笑顔が自分の心を少しずつ温めてくれた。自分自身のために少しずつ変わろうとしていたんだ。無駄にはしたくない。この2週間僕すごく怖かったけどでもちょっとだけ変われた気がするんだ。だから決勝で松ヤニ君と会えるように。4年後卒業してんだろ。卒業してるじゃん。全然うわっクソかっこよくなってるぞ。ムキムキだ。おいおいおい間違えるな。これはもう強っ。面影ないよ。なきそうや面影なし。っていうか何をやったの。あの日松ヤニと約束を交わしてから亡き宗谷の人生は大きく変わった。ビブラスラップはもはや修行中でしかない。本格的な肉体トレーニング。男力を高めるため過酷な訓練の連続だったって4年間。4年も鍛えたんだ。もう全国大会の決勝立ってるよ。いやそうだね。会場は超満員で観客の熱気が渦巻き、そんなすごい大会だ。ステージの上に立つ亡き宗谷の姿は4年前とは全く違っていた。松ヤニ君4年ぶりだね。ありがとう。じゃあダブルスじゃなかったの。シングルス4年あれば変わりそうだよね。そっか自立したんじゃない。何があったんだ。君が僕を信じてくれたから僕はここまで来れた。今日は全力で戦わせてもらうよ。いやすごい。さあ始めようか。僕たちの最後の戦いよ。全身から青白い光、いや今はもっと強くもっと輝く光が溢れ出す。それは4年間の修行で培った男力の証だ。会場全体がその光に包まれる。すごっ。松ヤニ君君のおかげで僕は変われた。でも心の奥底にはあの頃の僕がまだいる。それが僕の強さなんだ。克服した。すごい。決着つけなくてよくない。もうここで終わった方がさ。次回作の元木先生がいやに期待ください。終了。松ヤニは成長した。すごい。そしてこの宗谷も共に成長しましたね。すごい。まあね、決勝まで上がってきた俺。よかった。これまさに作ったキャラでしょ。俺これ作った。成長したよ。すごくね。こういうストーリーになると思わなかったよ。あ、そう。まだわかんないのは最後何で戦うの。ビブラスラップ。い
いやそれはもう持ってないからそれ修行の一環だからあ、修行の一環か。もう皆さんの想像の結果はお任せしますよ。そうだね、もうこの舞台に立てたのが男力が上がったって証拠なんで、ありがとう松屋に、そしてそうや熱かったね。熱かったねすごいわ。それではね、もう一キャラいるのでそちらを遊んでください。はい。はいはい。じゃあ今度はシルクが作ったやつこれ。そキャラ見てみる？う見ていいよ。違った感じなのかな。ねえ、いくよ。せーの、ドン。なんだこれ？なんて読むんこれ。膝サラダがタソシ。膝サラデラタソシ。言いにくいな。あ、で説明が、あ、カメラ持ってる。インフルエンサーを目指すぞ。俺は一攫千金を読めるインフルエンサーを目指すぞ。競争相手が多いネット王者と言われているネット界に突如現れるような風貌のインフルエンサーを目指すぞ。目指す力高いな。個性というには少し物足りないインフルエンサーを目指すぞ。目指すよさあそんなもんインフルエンサーを目指せるのか。目指せるのかじゃなくて目指せよ。ちゃんとタグがあるんで、タグにねヒントがありますよ。あ、ハッシュタグ膝サラダタソシ、ハッシュタグインフルエンサー、ハッシュタグわかるハッシュタグゴーゴー、何このゴーゴーって分かってない。こいつ怖いネットのことよく分かってないじゃんこいつ。ハッシュタグの使い方分かってない可能性が。書きたいこと書いてる。なんかでもよくいるじゃん、クリエイターとかなりたいですよ。なりたいみたいな、教えてくれませんかみたいな DM とか来るけど、申し訳ないけど大体ならないからね。先輩インフルエンサー編でいきましょう。よーし。あとはタソシ。膝サラデラタソシってマジで言いにくいな。タソシはまだ自称インフルエンサーさんだね。そうね。では村岡シークで見ている捨てられない後輩、業界内である程度の経験と信用を持つ先輩インフルエンサー。はいはいはい。でもちょっともう問題発生してるっぽいっすよこれ。松屋にさっきのライブなんで競合の名前出したの？商品間違いか。もう切れてるタソシの。案件で他の競合の名前出したんだやばいよこれ。最もやってはいけないやっちゃなんだよ。一つかもね。いや流れでしたの。なんだ流れでしたのって。喋り方がわかんないよ。出身はどちらですか？どちらですか？出身はどっちですか？ほらお前寝てるぞ目が。待って、ちょっお前男道場に入れ。男サークルに。最初からね、もう案件で競合他社の名前を出してしまったという、しかもライブで悪い子ですね。高精度が100分の10、承認、自立度、理解力、倫理観、共感力、自己管理力、もうなんもね、謝れた方がいいからな。信用が大事ですよ、信用がね。やばい、起きちゃった。まあいいよ、これでいいよ。まず謝罪動画を。まずいいよ、ちょっと。反抗してきたぞ、こいつ。謝罪動画？いや、てめえ、そこまで深刻ですか？ワッチってなんだ、ワッチって。もう喋り方わかんない。なんか、てめえって言った後、深刻っすかってちょっと丁寧めになるのやめろ。いやー、ムカつくな、こいつ。ワッチ的にはむしろバズるチャンスだと思ってんでっしゃろ。でしたね、もっと思ってないよ。ほら、見てくださいよ、さっきの配信。もうコメント300。結構こいつ人集める力あるんだな。ね、このキャラなんだな、じゃあ。でっしゃ。いや、これ作り系じゃない方がいける気がするんだけどな。まず一回こいつの意見を聞こう。超売れたいっすよ、ワッチ。将来的にはテレビとか出て CM とかやりたいっすよ。でもそのためにバズることが必要じゃないですか。炎上でも何でもとにかく名前売らないと始まらないでしたろ。それやめろ、それ。報道系だって最初はみんな炎上してるっすよ、きっと。てめえも一緒に。てめえなんかね、でもこいつなんか悪意あるとかじゃなくて、人のこと呼ぶとき全部てめえだと思うんだよね。なんかそんな気してきた。いや、これちょっと様子見るよ。こいつのキャラはね、実は CM が一つ決まっていて、一人だけ出てくれる後輩を探しているんだ。今の口の聞き方だと CM やめられないかな。ちょっとこの喋り改めてみてくれないか？てめえはまずいですよ。そう、これが異性でやってたのか、自分の夢のためだったら変わられるのかというところをまず見たい。これいろんなものが見えてきそう。はい。CM マジっすか？てめえ、いや、松谷さん。おー、手のひらくるっくるですよ。あらあら。でもワッチのこのキャラが受けてるんでっしゃろ。急に真面目キャラになったらフォロワー離れるっすよ。でもなんかもうある程度これでやってたんだ。でも CM か。それはちょっとデンジャラスよ。何それ知らない。デンジャラスウォールって何？わかんない。知らないよ。こいつの世界観どのランクなんだろう。もう最上級なのかこれは。デンジャラスウォール。これか、ハッシュタグデンジャラス、ハッシュタグウホウホ。流行ってんのかこれ。デンジャラスしかも欲しい。ちょっと一回聞いていいこれ。デンジャラスウォールってどのぐらい嬉しいの？これ何なのか。ちょっと一回これ続きさせて。デンジャラスウホウホ。
あ、いやそれはワッチがまた割ってるわ。ワッチが考えた流行らせたい決め台詞。あ、こいつの決め台詞なの。そういうことね。ハッシュタグデンジャラス、ハッシュタグウホウホ興奮した時に言うんでしょ。デンジャラスウホウホってなんかインパクトあるじゃないですか。バズると思って。まあインパクトあるけど、いや、これが俺がこの後これバズる言葉に変えられたら、この動画の概要欄バーって言ったらデンジャラスとウホウホが入ってるから。あ、そうだね。俺はそこまでいくよ。3ヶ月以内に登録者100万人いかなかったら丸坊主達成できたら幸せ。今一番バズると思う動画を今から一緒に生配信しよう。そして配信が始まる。タソシの顔が一瞬だけ青ざめた。丸坊主という言葉が脳内でリピートされる。丸坊主てめえ、それはさすがにデンジャラス多すぎるでしょ。どういう読み方したらいいんだこれ。感情を込めてデンジャラスウホウホっていう機会がなさすぎて難しいな。ちょっと刺さってきたね、デンジャラスウホウホが。これちょっと癖になってそのキャラクターはね。これちょっと癖になってきた。あ、分かったっす、やるっす。あ、すごい夢のためなら何でもやるタイプ。やる気あるな。いいよ、行こう行こう。達成、絶対達成するっすから。今から配信っすから。一番バズる動画。どうもどうも。膝サラデラタソシでっしゃろ。今日はそうかもしれないんだよ。スペシャルゲストに松谷さんをお迎えしてるっす。そしてでカメラに向かって大きく両手を広げて叫んだ。わっち、今から3ヶ月以内に登録者100万人達成になったら丸坊主になるでっしゅー。チーム出演が決まるんでっしゃろ。これはすごいよ。あ、でも配信でほらいきなりこれドンってきたらマジとはなるよね。ね。あ、でもなんかほら、だんだん構成してきたの。この短い時間内動画を撮ると言ったけど、何の動画を撮るかを聞いてますよ。松谷スーパーコンピューターが今24時間24時間来た。耐久。耐久？あ、乗りそう。何する？松ヤニと耐久自由研究。耐久自由研究とはいいかな。例えばよ。耐久自由研究ね。例えばね。でも心折れそうな企画1個あるよ。24時間耐久真冬セミ探し。24時間耐久真冬。あ、でもちょっとね、それ生配信映えするかもな。それは面白いな。まあいたら奇跡だしな。耐久真冬セミ探しが始まった。これコメントめっちゃ来てる。本当にセミ探しすんのこいつ。あ、始まったよ。ちょっと真剣になってるよ。偉い、こいつ偉い。こうしてタソシと松ヤニの24時間耐久真冬セミ探しが始まった。真冬にセミ無理ゲーすぎる24時間これでセミなら絶対見る。ちょっと待つでしたの。真冬にセミってそれは絶対ないっすよねっていうか、24時間ってわっち寒いの苦手なんですけど、結構軽装だからねこいつ。分かったっす、やるっす。真冬のセミ絶対見つけるでやるでしたの。これで100万人達成して CM ゲットするっす。松ヤニさん、これマジセミいるんですか？わっち上着持ってくるの忘れてでしたの。24時間やんでしょ。視聴数はすでに5000人を突破し始めている。超集まってる。これタソシどころか松ヤニのインフルエンサー人生も結構変わる可能性あるからね。松ヤニはこんな配信5000人集めちゃって。松ヤニは焦り出した。セミが見つからない。分かってただろそれが。でも枠閉じるラスト5分前とかに伝説の島民民ゼミを見つけるとかはいいんじゃない？島民民ゼミ、それはデンジャラスウホウホでしたろ。ちょっとチェックで顔。俺ね、わかんない。俺このデンジャラス方法一回任せる。そう、一回もうこれもう真冬のセミ探し配信の終わり方が俺もわかんないからこれちょっと一回これはもうキャラップのパワーにかけようかな。ああ、確かに困った時は助けてでくれますから。も魔法の言葉デンジャラスウホウホがこいつにあるからセミが見つからない。ここで最強の魔法デンジャラスウホウホを叫んだ。配信残り5分、奇跡が起きた。デンジャラスウホウホにより奇跡が起きたのだ。奇跡が3回言ってる。配信開始から23時間55分。ほらそうだよ。これもうやばいね。な低い引けなくなってる。そうなんよ。過ごしてんねん一旦。画面にはボロボロになった膝サラデラタソシと松ヤニが映っている。2人とも顔は真っ青で唇が紫色に変それは面白い。それは面白い。タソシの奇抜な髪型は寒さと疲労で完全にぺしゃんこになっていた。視聴者数は途中で10万人。すげえ。もう戻れないってこれ。すげえ。今も増え続けている。コメント欄は応援と嘲笑が入り混じっていた。もうやめろ。24時間頑張ったらセミなんているわけないだろ。丸坊主確定。でも面白かったわ。もうダメでしたよ。セミなんていないっす。その時松ヤニが叫んだのかよ。お前かよ。デンジャラスウホウホ。タソシはその声に驚いてる顔を上げた。松ヤニが自分の口癖で叫んでいる。彼の目には涙が浮かんだ。
てめえまさか取られたぞ全部持ってったんだけどこいつやってんなやってるよこれ。松ヤニの姿を見てタスシは何かが込み上げてきたバカにされてると思っていた自分の癖癖を松ヤニが叫んでくれた。それだけでおい何嬉しくなったハングリー見せろ。わっちゃの作ですデンジャラスホードでもその瞬間嘘だろ。真冬の公園の木の幹に小さな一匹のセミが張り付いていた。動きや見るほど力のなさそうだった。確かにいた。いたセミがいたでしょ。うわーいた。奇跡すぎるデンジャラス予報の力伝説になった。チャンネル登録したデンジャラス予報で奇跡を起こしてるでしょ。そんなバカな。こうしてこの配信が伝説となった。登録者100万人を達成。デンジャラス予報な CM が決まった。デンジャラスウォークを最大限使った CM が決まったのだ。マジでどうなの。だいぶ足りない。しっかり読みましょう。いやこれどうなったんだろう。数週間後 CM スタジオには大量のカメラとスタッフが並んでいた。そしてその中心に立つのは清潔感のある黒髪短髪きちんとひげを剃った顔黒ニットを着た膝サラデラタソシの姿だった。きれいめに。こいつ全部捨てたんだけどキャラ嘘でしょ。あのままいけそうだったのに。嘘でしょ。あの配信で僕は気づいたんです。バズることよりも大切なのは本気で向き合うことだって。数字じゃなくて信頼を積み重ねることだって。画面にはあの日の配信像がボロボロになった彼が松ヤニと一緒にセミを見つけた瞬間、そして彼が叫んだデンジャラスホイホー。彼は一度カメラから目をそらしスタジオの隅にいる松ヤニを見た。松ヤニ出てねえんだ。出てないんだよ松ヤニ超えられちゃった。松ヤニ悪いことしたからな人のデンジャラスホーを取ったからだからこれからもデンジャラスホーな挑戦を続けていきます。無理がないこれ。そこはだからこれからも挑戦を続けていきます。デンジャラスホーならわかるんだけど、ちょっとミスってるよねこれね。挑戦を続けていきます。CM 映像が俺 CM 長っ。これ全部 CM だったの今の。これが CM。これが CM なんだ。松ヤニがうなずくっていう CM なんだ。逆にタソシ売れたね。タソシは深々と頭を下げた。撮影が終わった後タソシは松ヤニの元へ歩み寄った。僕やっと分かったんです。インフルエンサーってただバズることじゃなくて人に何かを伝えて信頼されることなんだって。やばい感動エンドになっちゃった。膝サラデラタソシを抱きしめデンジャラスホーと耳元で叫ぶ松ヤニさん。松ヤニの背中に手をまっすぐ抱きしめたした涙が溢れて止まらなかった。やっぱよかったこいつ何でも感動エンディングにできるインフルエンサーじゃん。のでタソシはゆっくり松ヤニから離れ涙を流す。その笑顔がもう軽薄さのかけらもなく心から飛び出す誠実なもの。なんかかっこよくなってるし髪も変わってるんだけどめちゃくちゃかっこよくなってるじゃん。タソシこれからも何一緒にデンジャラスウォークの挑戦続けていきましょうね。エンディング構成完了。タソシは松ヤニとの出会いを通じた本物のインフルエンサーへと成長した。デンジャラスウォークが今では彼と松ヤニにつなぐかけがえのない言葉になったこと。これからも本物のインフルエンサーとしてデンジャラスウォークな挑戦を続けていく。最後までわかんないフィン。すごいタソシから過去の自分への一言。タソシあの頃の僕へ。バズることだけが全てじゃない。本当に大切なのは誰かに信じてもらえる自分になることになる。そしてデンジャラスウォークはちゃんと流行ったからね。犠牲終了。おめでとう。すごいタソシデンジャラスウォークは流行りましたね。よかったすごいわ。ちゃんとこいつの流行らせたい言葉口癖はデンジャラスフォークって高ぶった時には言ってしまうっていう癖を入力した。そういうのがあるんだ。入力がデッシャロは何だったの。これ語尾がデッシャロで自分の一人称をワッチって呼ぶっていう設定にして相手のことをてめえっていうそれも設定できた。設定してるそれすごいね。通りでだよ。松ヤニも松ヤニがよくその顔してスタジオに入れる。カメラ変わってうなずくだけだからね。分かっただけでしょ。デンジャラスウォークな構成完了。よっしゃー。デンジャラスウォークをはいということでねお疲れ様でした。遊んでくれてありがとう。マサイとシルクが作った亡き宗谷と膝サラデラタソシでございました。ありがとう。実際に亡き宗谷と膝サラデラタソシで皆様シミュレーション遊ぶことできる。できんの。はい遊びます。ぜひとも調べてください。両方遊んでみてください。ちょっといろんなパターンでね
そう最初の関係性とかも選べたからね、別のパターンやったら面白い。そうだからファンの立場からデンジャラスウホーフを応援することもできるしもうデンジャラス方法って言っちゃったよ。そう、あなたにしかないデンジャラスウホーフを生み出すことができるんでやんねえぞ。ちなみになんですけど、チャットプレイするためにはですね、ゴールドってものが必要になります。はいで、会員登録すると320ゴールド、めっちゃもらえる。毎日ログインで、24ゴールドでミッション参加ってのがあって、そうすると200ゴールドを、無料でもらえます。すごいやー、遊んでほしいですね。いや、遊んでほしいね。ちょっと泣きそうやと、うん膝サラダがタソシ、反対にいる人なんですよ。だいぶ違うね。スタートも違うし、自信のない子と自信しかない子、この2人を、皆さんの手でちょっと育て上げてほしいなと。ナキソヤも相当変わったけどね。変わったね。いやだって俺もどういうことで想定されてたの？波動みたいなの急に出てきたよね。青白い光です。服破けちゃってた制服。びっくりしたよ。タソシとそのソーヤを合わせてみたいけどね。はい、ということで、はいキャラでね、いろいろと遊ばせていただきました。はい皆さんもキャラ作ってみてください。うん。お願いします。お願いします。はい、ということで、デンジャラスウォーってマジでいいですよ。危ない。俺の危ない。危ないじゃないよ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで、せーの。ある。みんなで最後にやる？やってみようか。何か奇跡が起こるかもしれないからね。いくよ。せーの。デンジャラスウォーまだ耐えろ。来い、なんか来い。動画見てくれてありがとう。セカンダリゲームチャンネル X インスタグラムをやってるぜ。グッドマークから見てってね。チャンネル登録